どうも、グデと申します。今回はラングロトラとリオレイヤを討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずラングロトラの説明をします。弱点は頭部となっています。また属性は水属性が効きます。そしてラングロトラの特徴は麻痺属性のブレスを放つことと悪臭を放つことです。この悪臭を放つガスに当たってしまうと回復薬が飲めなくなってしまいますので当たらないようにしましょう。そして状態異常は爆破がやや効くぐらいです。続きまして装備の説明をします。まず武器はドラグロソード2へ変えました。そして100ルースロットには会心率強化1をつけてあります。また防具はほぼ一式変えました。装備スキルには攻撃スキルと見切るスキルをつけております。ステータスはこのようになります。では早速ラングロトラ討伐へ向かいましょう。ラングロトラの行動パターンを見ていきます。まず両手で引っかく攻撃です。これは青柱の時と同様となります。次は振り返って引っかく攻撃です。これも青柱の時と同様となります。次は連続で引っかく攻撃です。怒っていない時はこのように3回連続、怒っている時は4回連続で行ってきます。これも青柱の時と同様となります。次は下を伸ばす攻撃です。これはラングロトラの前にいると当たってしまいます。次は麻痺ブレスです。当たってしまうと麻痺状態になって動けなくなるので当たらないようにしましょう。次は転がり攻撃です。これはプレイヤーと距離を縮める際に行ってきます。次は後ろに転がる攻撃です。これはラングロトラのお尻側にいると当たってしまうので横に避けましょう。次はジャンプ攻撃です。落下点の近くにいると地震で動けなくなるので離れておきましょう。次は連続ジャンプ攻撃です。これは2回連続の時と4回連続の時があります。次はラングロトラの必殺技です。これに当たってしまうと薬が飲めなくなってしまいます。この攻撃はラングロトラの顔の前にいると当たらないです。ラングロトラを討伐していきます。まず先制攻撃を与えましょう。ラングロトラの立ち回り方は頭を狙いましょう。ウルクススや青柱はお尻を狙ったと思うんですけど、ラングロトラの場合はお尻が肉質が硬くなっているので頭を狙うしかないです。この麻痺ブレスは当たったらダメです。この転がっている時にダメージを与えるとダウンすることが多いです。またダウン時間はかなり長くなっているので芯ため切りまで頭に与えてしまいましょう。これで起こりました。この必殺技は頭に回れば当たらないので頭側でため切りを与えます。
これも頭に回りましょう。で、ここでため切る。で、ダウンしましたので、新ため切りまで与えれればいいと思います。これも移動中に攻撃を与えたのでダウンしました。この辺の攻撃は青柱と全く同じです。この連続で跳ねる攻撃は2回連続でやるか4回連続でやります。これは見分けがつかないので4回来る体で移動しましょう。移動しましたね。この攻撃は離れておきましょう。で、この後前に転がるのでこの辺りでため切り。この攻撃はラングロトラの前にいると当たってしまいますので横に移動しましょうね。仕掛けてきますよ。これでラングロトラ討伐完了です。続きましてリオレイヤの説明をします。まず弱点は頭部となっております。そして属性は竜属性と雷属性が有効となっております。そしてリオレイヤの特徴は火属性のブレスを放つことと尻尾に毒があることです。状態上はあまり有効ではありません。続きまして装備の説明をします。装備はラングロトラの時と同じとなります。ステータスはこのようになります。では早速リオレイヤ討伐へ向かいましょう。リオレイヤの行動パターンを見ていきましょう。まず噛みつき攻撃です。これは左右どちらもやってきます。次は速い噛みつき攻撃です。これも左右どちらからもやってきます。次は3回連続で突進してくる攻撃です。これは必ず3回連続やってくるので、1回や2回で突進が終わったと判断せずに3回終わるまで待ちましょう。次は空中から突進してくる攻撃です。空中に羽ばたいているときは、この攻撃とサマーソルト攻撃を注意しましょう。次は尻尾ビンタです。これは2回連続で行ってきますし、左右どちらもやってきます。
次は炎ブレスです。これは起こっていない時の行動です。次は3連続で炎ブレスを放ってくる攻撃です。この攻撃はプレイヤー側から見て真ん中、左、右と打ってきます。また、この攻撃は起こっている時の行動です。次は強めの炎ブレスです。これは地面にぶつかった後、その周囲に広がります。また、この攻撃は起こった時の行動です。次はリオレイヤの必殺技です。この尻尾に当たってしまうと毒状態になってしまいます。次は空中での必殺技です。空中にいるときはこの技か突進攻撃のどちらかです。リオレイヤを討伐していきます。まず先制攻撃を与えましょう。リオレイヤ戦の主な立ち回り方は頭を狙いましょう。この尻尾攻撃は2回連続で行ってきますね。これは噛みつき攻撃。これは必殺技。この後、起こっていない時は確定で降りてきます。起こっていない時は炎ブレスは1回だけです。で、サマーソルト。この後確実に降りてきます。サマーソルト。で、頭側でため切り。これで起こりましたね。起こっているときは3回ブレスを放ちます。で、サマーソルト。で、ここ一発だけ当てます。で、空中でダウンを取りましたので、頭に強攻撃を与えます。で、再び倒れましたので、再び強攻撃を与えます。ここはもう少し右側でため切りした方がいいと思います。で、サマーソルト、ここ一発だけ与えます。そしたら再びサマーソルト。で、この後確実に降りてきます。サマーソルト。で、一発だけ攻撃を与える。で、もう一発サマーソルト。で、確定で降りてくるので、ここでため切り。で、これは3回連続でやってきます。ただ、ひるみで中断しました。逃げましたね。逃がしませんよ。で、頭に与えます。これはおそらくサマーソルト。で、確定で降りてきます。頭の横で頭に攻撃で一発与える。で、もう一発サマーソルト。ここは尻尾に攻撃を与えますね。これでリオレイヤ討伐完了です。
いかがだったでしょうか？ラングロトラとリオレイヤは過去作のものと動きがほぼ一緒なので、過去作をプレイしている方はあまり苦戦しなかったのではないかなと思います。次回はバサルモスとプケプケを討伐していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。